今回は X で話題となったコスパの良い自作 PC パーツを使ってモンスターハンターワイルズがどれだけ快適にプレイできるのかを検証する動画となっております。はい、ということで今回は最新のゲームタイトルを WQHD や 4K で楽しみたい方やコストパフォーマンスとバランスを求める人向けの動画となっております。それではまずパーツの紹介からしていきたいと思います。今回は X でコスパの良さから話題となったアリエクで約 3.5 万円で購入した Ryzen 7 9700X の CPU とフリマで6万6000円で購入した RX 7800XT のグラボを使います。マザーボードはドスパラで1万5000円の B650 Pro RS Wi-Fi とさらにモニターは2万円で買えるイノくんの27インチ 27D19 を用意しました。その他にメモリーはクルーシャルの DDR5-6000MHz32GB と SSD はバイウィンの NV7400 という 2TB のものを使用しています。この組み合わせでどれだけ快適なゲーム体験ができるのかぜひ最後まで楽しんでください。まずはモンハンワイルズのベンチマークを走らせながら CPU とグラボの紹介もしていきたいと思います。はい、ということで始まりましたね。映像がほんと綺麗なんですよね。という話はひとまず置いておいて、解像度は WQHD、 グラフィックプリセットは最高設定のウルトラ、フレーム生成はオンにしてテストしています。平均フレームレートは100前後で安定しており、意外と滑らかな動作が確認できます。今回使用している Ryzen 7 9700X は AMD が開発した最新世代の CPU で8コア16スレッドで動作し、最大クロックは 5.5GHz、 TDP が 65W と省電力設計なのでワットパフォーマンスが高いのが特徴です。ゲーマーやクリエイターに大人気のモデルとなっております。日本国内では約6万円台で販売されています。次に Radeon RX 7800XT、こちらも AMD がゲーマー向けに開発したグラフィックスカードとなっております。性能は WQHD でのゲームプレイに最適化されており 4K にも対応可能です。メモリーは 16GB の GDDR6 メモリーを搭載しており、重いゲームやアプリケーションでもスムーズに動作します。また AMD の最新アーキテクチャ RDNA3 を採用しており、高効率かつ高性能な処理を実現しているそうです。特に性能とコストパフォーマンスのバランスを求める方におすすめかと思います。こちらも日本国内では8万円前後で発売されています。そして今回はイノくんのモニター 27D19 を使用した感想もお伝えします。このモニターまず目を引くのがその画質の美しさ。UHD と 4K のいいとこ取りとも言われる WQHD ですので、映画鑑賞やゲームに最適だと感じました。またノングレアの IPS 液晶ですので、視野角が広く横や斜めから見ても色やコントラストが変化しにくいと感じました。そして色の再現性も非常に高いので、写真や動画編集にも最適だと思いました。リフレッシュレートは 100Hz ということなので少し心配ではありましたが、予想以上に滑らかな動きで動画視聴やゲームなどにも十分使えると思いました。ただし本格的な e スポーツ向けを求める方は 144Hz 以上の高リフレッシュレート対応のモニターをおすすめします。また Type-C ポートが搭載されているため、ノートパソコンやスイッチなどのゲームを簡単に接続することができました。しかも 65W 給電ができるので充電もこれ1台で賄えます。そしてスピーカーも内蔵されていますので、プレステやスイッチなどゲーム機で使いたい時も別途スピーカーを購入しなくていいのは魅力だと感じました。またスタンドはメモリ付きで高さや角度を自由に調整できるのと、ベサマウントは互換性の高い 100×100 となっております。それでは一通り紹介も終わりましたので、ベンチマークの結果を見ていきたいと思います。まずはフル HD の画質は最高設定のウルトラ、スコアは 26646 となり、平均フレームレートは156となりました。非常に重いと言われるモンハンベンチでこのぐらいであれば十分なスコアだと思います。そして次は WQHD、 スコアの方は20222となり、平均フレームレートは118となりました。やはり WQHD 向けに作られているグラボだけあって、この辺りが一番性能を発揮してくれると感じました。最後にね、おまけで 4K の UHD、 スコアは 13733 となり、平均フレームレートは80となりました。 4K ですと非常に重いこともあり、フレームレートは最低でも60は欲しいところと言われていますが、このぐらい出ていれば快適にプレイすることも可能かと思います。それでは実際にモンハンワイルズを起動してプレイしてみたいと思います。まず解像度の方は WQHD にしていきます。そしてフレーム生成をオンにしてグラフィックプリセットがカスタムになってましたのでウルトラにしていきます。
実はですね、1ヶ月以上前にモンハンワールドというのは少しやったんですが、もう完全に操作方法は忘れましたので、温かい目で見てもらえますと非常にありがたいです。そしてね、おそらく皆さんが気になっているのは、なんで FPS がね260とか出ているんだって感じだと思うんですが、実は AMD のグラフィックボードの機能の一つの AFMF2 というね FPS を倍以上に上げてくれる機能をオンにしている状態なんですよね。ゲームによってはカクつきなども発生するんですが、このモンハンワイルズは全くカクつくことがないので、これは当たりのゲームだなと確信しました。ちなみに AFMF2 という機能をオフにするとこうなります。だいたい130からよくて 140fps ぐらいにはなってますが、全く問題なく快適にプレイすることはできます。それではせっかくなんでね、ボス戦にチャレンジしてみたいと思います。ということで、いよいよボス戦開始と思ったら、意外と小ぶりなモンスターが登場。その名もね、チャタカブラ。一見すると可愛い名前ですが、油断は禁物です。今回の武器はガンランス。おすすめしていただいた武器を装備してみました。ですがね、これが結構操作がむずいんですよ。素人感丸出しでお見苦しい映像となってるかと思います。ちゃんとね、狙いを定めないと空振りばかりになるんですよね。それでもゲーム自体はめちゃくちゃ滑らかで、動きはスムーズ。スペックもね十分ですし、プレイ感は文句なし。ただし肝心の私のプレイヤースキルがポンコツすぎて全く勝てる気がしません。そして実は画面右上にちょこちょこ表示されている流撃砲というやつ、名前からすると多分めちゃくちゃ強力な技だと思うんですが、どうやって出せばいいのか試行錯誤中だったりします。でもね、もしかするとまだ使うタイミングじゃないのかも、そんな予感もしています。とはいえ、せっかく性能重視でパソコンは組んでみましたが、このゲームに慣れてないせいで宝の持ち腐れ状態。これじゃもったいない。次回は時間をとってしっかりと練習して、真のガンランス使いを目指したいと思います。ということで30分ぐらいは奮闘しましたが、最終的にはなんとかチャタカブラを狩ることができました。はい、それでは少し短いプレイ映像となってしまいましたが、今回の動画では Ryzen 7 9700X と RX 7800XT で構成されたゲーミング PC を使って 27D19 モニターとともに実際にモンハンワイルズをプレイしてみました。非常に快適に遊べることが分かりました。そして実はこの構成で動画編集などもしていますが、かなり快適に編集することができています。基本的に 4K 動画の編集をしていますが、特にカクつくこともなければ書き出し時間も早いので、ゲーム以外にもそういったクリエイティブな作業にも十分対応できる構成になっております。というわけで、この動画が少しでもお役に立てましたなら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたの応援が次回の動画のパワーになります。最後に紹介した CPU やグラボにモニターなどの販売先を概要欄にまとめましたので、気になった方はチェックしてね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。